今回は角をカットせずに綺麗に仕上げる方法を紹介します。畳んで綺麗に折り返されています。簡単な方法なので大きさが違っても大丈夫です。出来上がりサイズに3センチずつ足したサイズの布を2枚用意します。今回は 40×30 センチの出来上がりにしたいので 43×33 センチの布です。表を内側にして2枚を重ねます。どちらでも良いですが、横に返し口を作りたいので横に10センチぐらいの印をつけます。真ん中あたりに10センチ、返し口を開けて1センチの縫い代で縦に縫います。右側は上から下まで1センチの縫い代で縫います。この返し口をつけた方は返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。次に横も縫いますが、この時にきれいに仕上げるために縫い代を内側に折って縫います。縫い始めのところもこの縫い目に沿って折って折ったまま縫い始めます。端の方までそのまま1センチの縫い代で縫います。端も折ります。内側に折っても良いですし、外側に折っても良いです。縫い目のところで折ってこのように上端を縫いました。反対側を縫う時も反対側と同じように倒します。縫い目が上に来るように折って反対側と同じ向きに折ります。返し口のところから表に返します。端は折って縫ってあるのでつまんで返さなくても大丈夫です。角のところをだいたい指で出したら角出しなどで整えます。返し口のところから先の尖ったものを入れて出す時はこの外側の布に沿って角を押し出すようにすると良いです。外側の布に沿って縫い代のところを開いてアイロンを当てます。この端をアイロンを当ててしまいそうで気になるときは段差を使うと良いです。返し口のところは先に返し口以外をアイロンを当てて
横に引いて当てます。最後に全体に当ててから周りを縫います。ずれないようにクリップを留めておくと良いです。返し口の真ん中あたりから一周縫います。スライドゲージ、このように動いて固定することができるので印付けに便利です。返し口の印をつける時も、例えば7センチなら7センチに合わせて、これで簡単に印がつけられます。他にも円が描けたり紹介動画もあるので、そちらをご覧ください。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。